海にようこそ日本へ。海にようこそ日本へ。Madonna
badan raja Manudorasuna Pita Manumando Vanaspati Manumatyam Mastu Surya Madiravo Bhavantunaha Vanumaru 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 Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Shri Ramakrishna Namastu。皆様おはようございます。これ皆さんよく知ってますね。これをなんかもうちょっとこれでシャミ・ビベカナンドはインドの現代一番有名な預言者ですね。この預言者は昭和の預言者、永遠の預言者、神聖なものの預言者です。これシャミ・ビベカナンドは1893年世界の一番最初の国際主要な国際会議シカゴにあります1893年それを参加するためにシャミジがその行くときシャミジはその時もちろん飛行機はなかったです。でそれで船でペニンスラ海峡そのペニンスラ海峡のペニンスラ船でボンベから今のボンバイ行ってこれは乗ります。それは1893年のそれから31ジュンですね。これがメイです。31のメイ、5月に乗ります。5月の31で、それからそれの後は船で最初はセロン、今はスリランカですね。コロンボ、最初はコロンボのコープに行って、船でその後はペナン、マレーシアです。マレーシアのペナン。ペナンに行って、またもちろん船でこの一緒に30分船から見て、それいろいろ場所を見て、また船に乗ってます。それでそれの後はシンガポールです。シンガポールの後は香港13日です。6月の13日香港で、香港からまたこれケントンに来ます。ここからちょっと観光のためにですね。でまた香港から24これ6月の24日にベロナ同じペニンスラ会社のベロナの船でまた乗って、それから27日、7日、これは長崎、一番最初日本の長崎にいます。で、その3時間ぐらい船から降りて、長崎に一番最初に行って、それ一番最初の日本の印象は長崎です。その後は27日に長崎に着いたら、KOBEに30日に過ぎます。27日に長崎、それからその後は30日、そのKOBE、このKOBEとにこっちの船、さに送ります。で、目的は何ですか？それまた横浜からまた別のインテーサフィンで別の会社の船で横浜からバンクーバーキャナダ、ここから電車でシカゴにそれをその2週間ですね。まずはその横浜から
14日、7月の14日、こっちは6月の30日、そして2週間でしょ。その目的は、ね、日本のいろいろ場所を見ます。とも大阪、京都ですね、東京、見たことあります。もちろん絶対。です、寂しい、それの前、どれぐらい日本のことを知ってますかわからない。例えば明治が始まりました。それはわからない。ですけれども、絶対寂しい、日本について興味あります。その目的で寂しいは、こっち、船で降りて、神戸で、その1週間ぐらい、電車で、時々馬車でいろいろ場所に行きます。最初は、神戸のパスポート、その時、日本に入ってパスポート必要です。で、それのためにちょっと時間かかりますかもしれない。ホテルに泊まって、その時観光始まります。多分、両方大仏、とても有名、その時から。今の像はその像じゃないですけれども、そうですから、船から見ることができます。それで、寂しい多分記憶がありますから、で、その時、この状態は本当に同じではない。その時絶対文献パークなかった。それは、ですけれども、この周りの場所に絶対来ます。それが助かです。なぜなら我々前結構検査しますですね。毎回来て、大体この辺ですね。本当はもちろんそのちょっと本当の場所ちょっと違いますけれども、そうありますけれども、我々のセレモニーのためにその場所を決めますから。セレモニーのクリアわけですから、その目的でこっちですけれども、皆さん想像してください。その時三味線は誰でも知らなかった。英語でアンノーンの全然何がノン有名ですね。これ三味線とシカゴですね。でそれ国際会議の講話から有名になる。それで誰でも知らなかった。アンノーンのその時決まった。誰でも知らなかったですけれど、でも三味線自分に知ってます。三味線どれぐらいどれぐらいか自分のですけれど、皆さん知ってるは知ってる、知らない大事なである。三味線来ました、それが大事です。で例えば考えてください。もしお釈迦様が日本に来ました。もしイエス日本に来ました。どれぐらい皆さんが喜びですか。どれぐらい本当は三味線で日本のために素晴らしいことじゃないですか。で皆さん想像してください。三味線その時にあまり人をしながら、ちょっとだけ人、多分三味線をちょっとあって、三味線について印象は三味線世間仏お釈迦様のまた世間発射みたいな、その印象でそれぐらいすごい印象です。で、2週間ぐらいこっちに来て、で三味線はまたこっちからいろいろ見て、とてもその手紙を書く。日本について素晴らしい印象出ました。その手紙は後で千代子さんに読みます。それの後から三味線はまたこっちから出て、これしか変更がないで皆さん、三味線でその時いましたから、で三味線今いないんですね。三味線今もいます。ね、その種類方はなくならない。具体的な体なくなりますけれども、精妙な体は絶対生きています。我々は想像しましょう。三味線自分の場所からそのセリモニーを見てます。ある日本人、そんなに大きな国じゃなくても、私のことこれ思い出して三味線喜ばないんですかね。それを想像して三味線に皆さんはこれ本当は日本の宗教の歴史にとても大事な出来事。そのことに皆さんだけである、歴史だけである、皆さんの、ね、命のために、生のためにとても大事。そのことを、ね、三味線本当は今も聞いてます。今も皆さんのインスピレーションがある。そのことを想像して、ね、清は本当はそのセリモニーに参加してください。皆様おはようございます。スワーミのリレーカーランナが日本に滞在されました2週間の旅の記録がわずかに残されています。そのうちの一つ、手紙の中からご紹介させていただきます。その手紙は7月14日に横浜のオリエンタルホテルからイ
インドのマドラスに住むスワーミー人の信者に向けて送られた手紙になります。読ませていただきます。最初に入港したのは長崎でした。数時間上陸して馬車で街を巡れました。なんと対照的なこと。日本は世界で最も清潔な人々です。日本人は全てがきちんと整頓されています。ほとんどの道路が幅広くまっすぐで均一に舗装されています。小さな家々は鳥かごのようで、町や村のほとんどが松の木々に覆われた常緑の丘を背景としています。背が低くて色白で風変わりな身なりの日本人は、身のこなしや立ち振る舞いなどの全てが絵のようです。日本は絵になる国です。ほとんどの家には裏庭があって、小さな生垣、芝生、池、小さな石橋などの日本風の美しいしつらいが施されています。長崎から神戸へと向かいました。ここで汽船を降りると、内陸部を見るために陸路横浜へと移動しました。国内では3つの大都市を見ました。工業都市大阪、古都京都、そして新都東京です。東京は規模も人口もカルカッタのほぼ2倍に及びます。かなりの数の寺を見ました。どの寺にも旧式のベンガル文字で記されたマントラがあります。サンスクリット語を知る僧侶はごくわずかです。しかし知的な宗派です。信仰に対する熱意は僧侶にまで浸透しています。短い手紙では日本人についての思いを書き切ることはできません。大勢のインドの若者が日本と中国を毎年訪れることを強く望みます。特に日本人にとってのインドは今なお全てが崇高で善良な夢の国なのです。スワーミー・ブデーカーナンダが亡くなられる1年前に岡倉天心に出した手紙の一文を最後に読ませていただきます。私にとって日本は夢です。その美しさは見た者の心を生涯捉えて離しません。それから100年以上が経ち、日本も様変わりしました。そのことを思いますと申し訳ない気持ちになりますけれども、本来の日本の良さをスワーミーGが改めて私たちに教えてくださった気持ちになります。しばらく瞑想いたします。
いますね。インドのチーズさんに。はい。どう考えても僕は代表とあまりいらっしゃらないんですけれども。あとは水産とどなた最初の言葉。あと今。じゃあ私皆様オームサハナロ皆様おはようございます。スワーミー・リベーカーナンダ訪日125周年記念祝賀イベント道福寺兵庫大仏様の参拝のセレモニーをこれから始めたいと思います。よろしくお願いいたします。ですね、当時の様子をちょっとご紹介いたします。明治26年にスワミー・リベーカナンダがいらっしゃいました。その2年前の大仏様がこうできてこちらにいらっしゃいました。それでこの神戸港はこのもっとこの近くまで港がありまして、船で神戸港に船が来ると大仏様が船から見えたんだそうです。それきっと大仏様を見たら絶対スワミージーだったらこちらにお参りに来たんじゃないかということで、昔の大仏様は第二次世界大戦が始まりまして金属をの回収令で召し上げられてしまったんですけれども、それを取り戻してその前の大仏様が溶かされて今の大仏様にも入っていらっしゃるそうです。今日は皆様とこのように参拝できてとても嬉しく思います。以上です。本日はようこそ兵庫大仏の道具にご参拝いただきました。ありがとうございます。昨日のね土砂降りから考えてちょっと危惧はしてたんですけども、一転してね梅雨の晴れ間でね、天気になりまして、良かったなと、ちょっと良すぎて皆さん今ここでいると非常に辛い状況になってるかもしれないですけれども、それぐらいになってね良かったかなとね、はるかにいいかなと、ね、思ったりいたしております。少しだけお話しさせていただいてますね。おそらくその方間違いなく来てると思います。で、形は変われども今の大仏さんにそれは継承されてるということなんですが、今こちらの話も少しされてましたけども、先行盾がいるやろということで明治25年にこれができました。できて、これだけが残ってます。
外国人はどうかわからない。日本人ってね、膝痛いなーって膝さす、肩痛いね、四十肩やねんな、肩さすんです。子供の姿じゃないですか。我が子には賢くなってほしいなってみんな思うんです。だからみんな頭撫でる。で130年頭撫で続けたらツルツルになるんです。大仏さんが映るぐらいツルツルなんですよ。でいやこれ本当ね、人間がこんだけね120年30年撫で続けると材質が変わるぐらいツルツルになるんやなっていうのは面白いんですが、これでもね普段なら笑い話にして、それでいいんだけども、ってことはおそらく日本人がこうやってるのをご覧になったとしたらばお触りになってるんじゃないかなという気がするんです。皆さんの大切な方が、ですからちょっと終わった時にねこれ撫でて帰っていただいたら間接的に触れ合うことになりますから、ちょっと今お話聞いててそういう見方もあるかなと。また僕がいつもこの話をするのは、入ってきた分かりやすいのはだいぶさん分かりやすいんですよ。わーって言うけど、だけどこういったもの、ここに書いてあるんですよ。ここにちっちゃく明治25年って書いてあるんですけども、こういうお寺って分かりやすいもの以外にもちっちゃなところにいろんなものがあって、これは全てのことに通じるんだと思うんですけど、大きなもの、対局は見ないといけないから大きなもの見ないといけない。でもそれだけに目を奪われるとこういうものを見落としてしまうという。だから隅々までゆっくりと味わってお帰りいただけたらなと。やっぱり昨日今日できたお寺って基本的にどこもそうですが、昨日今日できたもんじゃないんで、私も今26代目になるんですが、途中ちょっと廃絶された時代がありましたので、でもその代々ずっと大切にしたいろんなものがこのお寺の中には置いてあります。戦争で燃やされた、戦争でこの辺全部焼け野原だから亡くなったりもしたし、阪神大震災で壊されたりもしました。いろんなことありましたけども、それでもここまでずっと持ってきたものがありまして、だから一つ一つにいろんな思いが宿ってる。それは今日ね、またこの先、どういう工程になってるのかわからないんですけども、お寺とか行かはることがありましたら、そういう隅々のところをねちょっと感じていただけたら、なんかこう今日一日が意義深いものになるんじゃないかなと、なんかそういうふうに思います。非常に暑い中ね、立ち話になりまして申し訳ありませんでしたが、この辺りでお話を終わらせていただいて、今日一日、皆さんずっと行動がね、より良いものになるように心からお祈りいたしております。ありがとうございました。本当は大きな意味があります。一つはもちろんマーテンな勉強会のメンバーですから、それ一つで皆さん手伝います。それ一つ考えですけど、もっと大きな考えがある。良い考えはこれシャミ・ビベカナンドのその一つお世話で、もう一つはこの感じでシャミ・ビベカナンドのメッセージ、ね、これ広めます。それでみんな日本人に助けます。お世話します。幸せ、力、それが一番大事です。目的がそこまでですから、本当にやる気ですよ。ベダント教会の仕事ではもちろんですけれども、これ一番大事なベダント教会の目的は、日本にシャミ・ビベカの素晴らしい教えを広めます。それ皆さん助けてますから、それ本当は自分のためにもいい、国のためにもいい、その考えです。そのことを考えて皆さん手伝ってください。でそれを今から最初一番ちょっとチャレンジして神様に祈って、で我々自分の仕事全部知ってます。何が仕事、それを知ってください。それ本当は1時半に皆さん入ります。2時からプログラム始まります。プログラムも大体皆さん知ってます。でもう一回皆さん指定しているのをつけている。そうやってそれがちょっと話がありましたから、皆様こんにちは。本日はこの祝賀会にお手伝いにお集まりいただきまして本当にありがとうございます。今朝もハイライトからお話があったんですけれども、この祝賀会は世俗的な祝賀会ではなく、
神聖なお祝いの祝賀会なので、神様、シュリー・ラーマ・クリシュナとホーリーマザーとスワミ・ビベカーナンダが見守ってくださっているもとで行うという気持ちで、平和と調和の気持ちの中で行ってくださいということでした。よろしくお願いします。これにリングがついてこれでやってください。奥さんに前の方から順番に決めていただきたい。これチェックしてください。前の方から前の方からですね。はい。一番前に座ってください。ごめんなさい。よろしくお願いします。一番前。はい。いらっしゃいませ。どうぞ。どうぞよろしくお願いします。どうぞ前の方よろしくお願いします。前の方。から詰めていただいてください。We will start the program in 5 minutes. Please be seated. Please turn off your mobile phones. あと5分でプログラムが始まります。どうぞお席にお着きください。携帯電話の電源をお切りください。Please check the contents of the plastic bags. There are a book with Swami Vivekananda's messages, Arise, Awake, mantra sheet, lyric sheet of devotional songs, catalogs, pamphlet, information about the edition of Vedanta Society of Japan, the flyer of summer retreat of this year, and the flyer of the Gita and Upanishad Study Group, Osaka.
受付にてお渡ししました透明ファイルの中にはスワーミー・ビベーカーナンダのメッセージ、立ち上がれ目覚めよ、マントラ、参加の歌詞カード、日本ベーダーンタ協会のカタログとパンフレット、新刊本の案内、今年の夏のリトリートのチラシとギーターとウパニシャットを学ぶ会のチラシが同封されております。どうぞ追ってご覧ください。Ladies and gentlemen, welcome to the 125th anniversary celebration of Swami Vivekananda's visit to Japan, organized by the Vedanta Society of Japan in collaboration with the Consulate General of India, Osaka, Kobe, the Yoga Joho Station, the Gita and Upanishad Study Group, Osaka. 皆様、スワーミー・ビベーカーナンダ訪日125周年記念祝賀会にようこそおいでくださいました。本祝賀会の主催は日本ベーダーンタ協会、共催は大阪神戸インド総領事館、ヨーガ情報ステーション、ギーターとウパニシャットを学ぶ会です。The theme of this celebration is Swami Vivekananda and India-Japan relationship. この祝賀会のテーマはスワーミー・ビベーカーナンダと日本とインドの関係です。I'm Atsumi Honda and very much honored to be here today as your English MC. 英語の司会は本田敦美、日本語の司会は私、田島和一が務めさせていただきます。First is a screening of the abridged version of a video on Swami Vivekananda's life, based on his autobiographical speeches and writings. In this short film, about 15 minutes, you get a glimpse of the wonderful life of Swami Vivekananda and his surroundings. I hope you will enjoy this film. まずはじめに、スワーミー・ビベーカーナンダ自身が語ったことをもとにしたスワーミー・ビベーカーナンダの生涯の DVD を上映いたします。約15分間の短い上映ですが、彼の素晴らしい生涯と彼が生きた当時の時代背景などを伺い知ることができるでしょう。どうぞお楽しみください。That made me go from the Himalayas to the Cape Cameron, from Indus to Brahmaputra. Many a times I have been in the jaws of death, starving, footsore and weary. For days I had no food and could walk no further. It was true. I often used to sleep under the banyan tree with a bowl of rice given to me by a kindly peasant. But it is equally true that I was also a guest in the palace of a great Maharaja, and a slave girl was appointed to wave a peacock feather fan over me all night long.
In the course of my wandering, I was in a certain place when people came to me in crowds and asked for instructions. Though it seemed almost impossible, people made me talk for 3 days and nights without giving me a moment of rest. You should be ashamed of yourself. The youth of India should write the history of their own country. The British have interpreted the history of our country according to their conveniences. What India wants is somebody who can portray her in proper light. The glory of man is that he is a thinking being. It is the nature of man to think, and therein he differs from इसलिए animals. शास्त्र में बोला है ना, सहस्र शीर्षा पुरुषः सह. Pandit ji, I have nothing whatever to do with ritual or dogma. They did not even ask me whether I had eaten. Why do you meet Rajas and Maharajas only? Because I can't go from door to door. If I come to you, tell you and convince you about my ideas, it will automatically reach the masses. Swamiji, you are a very sincere sadhu. Thank you. May God bless you. On the third night, when all visitors had left, a low-caste poor man came up to me and said, स्वामी जी, हमने देखा है 3 दिनों से आपने कुछ खाया नहीं, पानी तक पी नहीं. क्या आपके पास कुछ है खाने के लिए? Hearing this, the man shrank in fear. He was a subject of the Maharaja of Khetri and was afraid that if the latter came to hear that he, a cobbler, had given food to a sannyasi, he would be severely dealt with and possibly banished from the state. But out of kindness of his heart, even though he feared the consequences, he brought me the cooked food. I shed tears of love and gratitude and thought, thousands of such large-hearted men live in lowly huts, and we despise them as low caste and untouchables. On the morning of the opening of the Parliament, we all assembled in a building called the Art Palace. There was a grand procession and we were all marshalled to the platform. Imagine a hall below and a huge gallery above, packed with 6,000 or 7,000 men and women representing the best culture of the country. And on the platform, learned men of all the nations of the earth. And I, who never spoke in public in my life, to address this august assembly? All men have a common creator and consequently It was opened in great form with music and ceremony and speeches. I was so nervous that I couldn't venture to speak in the morning. Of course, my heart was fluttering and my tongue nearly dried up. Chakravarti of Theosophy made a nice speech. Mazumdar of Brahmo Samaj, a nicer one. And they were much applauded. They were all prepared and came with ready-made speeches. I was a fool and had none. Dr. Burrows introduced me. From India will address the gathering. I bowed down to Devi Saraswati and stepped up. Sisters and brothers of America, a deafening applause of 2 minutes followed.
It fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of the monks in the world. I thank you in the name of the mother of all religions. And I thank you in the name of millions and millions of Hindu people of all classes and sects. My thanks also to some of the speakers on this platform, who, referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far-off nations may well claim the honor of bearing to different lands the idea of toleration. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. I will quote to you, my brethren, few lines from a hymn which I remember to have repeated from my earliest childhood, which is every day repeated by millions of human beings. As different streams having their sources in different places, all mingle their water in the sea. So, O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to Thee. I fervently hope that the bell that tolled this morning in honor of this convention may be the death knell of all fanaticism, of all persecution with the sword or with the pen, and of all uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal. And when it was finished, I sat down almost exhausted with emotion. I do not believe in God or religion which cannot wipe the widow's tears and bring a piece of bread to the orphan's mouth. Religion is that which does not depend on books or prophets or saviors. And I believe in becoming entirely free from our holy teachers, traveling through many cities of Europe and observing in them the comforts, the education of even the poor people. There was brought to my mind the state of our own people. What made the difference? Education was the answer I got. There must be centers to educate monks in the method of education. Swamiji, Yes? this task is too difficult. To establish harmony and cooperation among people of various castes and sects that are current in this country, and to make them act in unison for a common purpose. Do not come here anymore if you think any task too difficult. By the grace of the Lord, everything becomes easy of achievement. Your duty is to serve the poor and the distressed without distinction of caste and creed. What business have you to think of the fruits of your action? Your duty is to go on working. Everything else will follow of itself. My method of work is to construct and not to destroy that which is already existing. You are all intelligent boys, and you profess to be my disciples. Tell me what you have done. Can't you give away this one life for the sake of others? Let the reading of the Vedanta and practicing of meditation and the like be left for the next life. Let this body go in the service of others. And then I shall know that your coming to me has not been in vain. On the 4th of July 1902, Swamiji went to the chapel in the morning. He prayed for 3 hours and then sang a song about Kali.
কালে কালো আমার মন তো বলে না কালো রে শ্যামা মা কি আমার কালো রে শ্যামা মা কি আমার কালো The whole day he seemed to be in high spirits. In the afternoon, he went for a long walk on the banks of the river. And when it was dark, he spent some time in solitary meditation in his room. Then he asked for all the windows to be opened and lay down in silence. At around 9 o'clock, he passed away, entering into what his brother monks and disciples called Mahasamadhi. What did he merge into? Perhaps there's a glimpse of an answer in a song he composed. How was the video? The next program is invocation. Everyone, please find mantra sheet in the plastic bag. ビデオはいかがでしたでしょうか。次のプログラムは祈りのマントラです。皆様、最初にお配りしたマントラの用紙をご覧ください。Now we will chant the invocation. Vedic prayer will be led by Swami Medasanandaji, Shanti Izumida, and Miwako Tanabe. ただいまよりベーダの祈りを捧げます。お祈りを捧げていただきますのは、スワーミー・メイダサーナンダジ、泉田シャンティさん、田辺美和子さんです。श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 हरि ओम शमनो मित्रशं वरुणः शमनो भवत्वार्यमा शमनो इन्द्रो बृहस्पतिः शमनो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्भक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये
दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शमिनो यस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ मधुवाताहृतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माधेर्न सन्तोषदिः मधुनक्तामुतोषसि मधुमत्पर्थिभगं रजः मधुदौरस्तु न पिता मधुमन्यो वनस्पति मधुमज्ञम् अस्तु सूर्यः माधिर्गावो भवन्तु नः ॐ मधु ॐ मधु ॐ मधु ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु Next, Swami Medhasanandas will lead a prayer. When you are requested to stand up and repeat the prayer, it will be followed by a silent prayer. この祈りの後に皆様にもお祈りをご唱和いただきます。その際にはご起立いただき、マハーラージの先導で全員祈りの言葉を唱えます。そして最後に少しの間、黙想いたします。どうぞ皆さん立ってください。Please stand up. 私は少しずつ唱えます。皆さん繰り返してください。I shall part by part and chant. It's a peace prayer, universal peace prayer, and you please repeat. Om どうぞ。Om アサトマサダガマヤタマソーマジョティガマヤムリットールマアムリタンガマヤアビラビルマエディルドラやってダクシナンムカムテーナマンパヒニティアムサルヴェババントスキナハサルヴェサントニラマヤハサルヴェバドラニパッシャントマーカシティドゥッカバーバベサルヴェシャムスワスティルババトサルヴェシャムシャンティババトサルヴェシャムプーナムババトサルヴェシャムマンガラムババトオーム
Shanti. 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 Harihi Om. どうぞ皆さん座ってください。Please sit down. Then you have silent prayer. 沈黙でちょっと祈ります。For everyone's peace and happiness, let us now pray. 皆さんの幸せと平安のために祈りましょう。Om Shanti 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 Harihi Om ありがとうございます。Thank you.